2007年4月、アメリカテキサス州で始まったある夫婦の物語だ。2026年3月、テキサス州の小さな法廷に静寂が広がった。裁判官が読み上げた言葉はたった一言だった。無罪。その瞬間、傍聴席からおえつが漏れた。被告席に座っていた男性はしばらく動けなかった。目を細め、天井を見上げ、唇を震わせた。隣に座る女性がその手をそっと握った。19年間、鉄格子の向こうで育んできた愛が、ようやく同じ空間で交わった瞬間だった。法廷の外に出ると、春の光が二人を包んだ。男性は眩しそうに目を細め、女性は石段の上で立ち止まった。そして静かにつぶやいた。私たちの時間は、ここで止まっていたのねと。19年という歳月が、どれほど重いか。言葉では語り尽くせない。二人が最後に自由な空気を吸ったのは、まだスマートフォンも普及していない時代だった。街並みは変わり、友人たちの顔にはシワが刻まれ、中にはすでにこの世を去った者もいた。取り戻せない時間が、二人の前に静かに横たわっていた。それでも、二人は泣きながら笑った。石段の上で、初めて手をつないで歩き出した。では、なぜ彼はその19年前、無実であったにもかかわらず、逮捕されなければならなかったのか。そして二人は、獄中でいかにして出会い、愛を育んだのか。まずは、すべてが始まったあの平凡な日常から振り返ってみよう。2007年、テキサス州の小さな町に、マーカス・ジョンソンという一人の男が暮らしていた。当時彼は28歳だった。早朝に目を覚まし、コーヒーを一杯飲んでから仕事へ向かう。そんな、どこにでもある朝を繰り返していた。仕事は建設現場の作業員だった。決して楽な仕事ではない。それでも彼は誇りを持って働いていた。汗を流した分だけ、給料が手元に残る。その当たり前のことが彼には何より嬉しかった。休日には、近所の友人たちとバスケットボールをした。笑い声が路地に響き渡り、夕暮れが来るまで誰も帰ろうとしなかった。母親が作る夕食の匂いが遠くから漂ってくる。そういう何でもない時間が彼の宝物だった。夢も持っていた。いつか自分の小さなアパートを借りて、一人前の大人として生きていきたい。特別な夢ではない。ただ、普通に生きたかっただけだ。彼の周りにはいつも人がいた。笑顔が絶えない男だったと、後に友人たちは口を揃えて語っている。誰かが困っていれば、真っ先に手を差し伸べた。そういう男だった。しかし、その穏やかな日常は、ある一つの夜によって完全に断ち切られることになる。2007年の秋、テキサスの夜は静かだった。しかし、その静寂の中で一つの事件が起きた。そして翌朝、警察の車がマーカスの自宅の前に止まった。その朝、ドアを叩く音は激しかった。マーカスが目を覚ます間もなく、警察官たちが部屋になだれ込んできた。2007年秋、テキサス州ヒューストンで、一人の男性が強盗に遭い、命を落とした。被害者は地元でも顔の知られた人物だった。警察はすぐに捜査を開始した。そして
その捜査線上に浮かんだのがマーカスだった。理由は単純なものだった。事件現場の近くに彼が住んでいた。過去に軽微なトラブルがあった。そして事件当日の夜彼の行動を証明できる人間がすぐには見つからなかった。それだけだった。しかし警察にとってそれで十分だった。取調室に連れて行かれたマーカスは何度も同じことを繰り返した。自分はやっていないと。しかしその言葉は誰にも届かなかった。目撃証言が出てきた。内容は曖昧なものだった。それでも証拠として採用された。状況証拠が積み重なっていった。弁護士は国選だった。十分な準備をする時間も資金もなかった。裁判はあっという間に進んだ。陪審員たちが評議室に入り、そして戻ってきた。その表情を見た瞬間、マーカスはすべてを悟ったという。判決が読み上げられた。有罪、終身刑に近い長期の懲役刑。マーカスはその場で崩れ落ちそうになった。しかし倒れなかった。倒れてはいけないと自分に言い聞かせた。こうして2007年の秋彼の人生は完全に止まった。自由を奪われたまま長い時間が流れ始めることになる。そしてその時間の中で彼はまだ見ぬ一人の女性と手紙を通じて出会うことになる。しかしそれはまず逮捕と法廷という冷たい現実の先にある話だった。有罪の判決が下された瞬間、法廷の空気が凍りついた。マーカスは身じろぎもできなかった。言葉も涙も出てこなかった。ただ、現実だけが静かに、そして残酷に彼の上に降り積もった。そもそも、逮捕のいきさつには不自然な点が多かった。2007年、テキサス州で発生した強盗殺人事件。捜査当局が最初にマーカスの名前を挙げた根拠は極めて薄いものだった。現場付近にいたという目撃証言。しかしその証言は後に複数の矛盾が指摘された。証人の記憶は曖昧で、証明の条件も悪かったとされている。それでも捜査はマーカスを中心に進められた。アリバイの確認は不十分だった。弁護側が求めた DNA 鑑定は当時の技術的な限界を理由に十分には実施されなかった。証拠の保管状況にも疑問が残った。後の調査で一部の証拠品の取り扱いに手続き上の問題があったことが明らかになる。しかし、裁判の時点では、それを指摘する声は届かなかった。陪審員たちは、検察側の書いたストーリーを信じた。状況証拠は積み上げられ、マーカスの無実を示す声は、法廷という場で押しつぶされた。判決は揺るがなかった。長期の懲役刑、事実上、人生の大半を奪われることを意味していた。マーカスは収監された。冷たい房の扉が閉まった瞬間、外の世界とのつながりが断たれた。しかし、絶望の中でも彼は一つのことだけを手放さなかった。それは、自分の無実を信じ続けるという静かでしかし揺るぎない意志だった。そして長い習慣生活が始まった。鉄格子の向こうで流れる時間の中でマーカスはやがて一通の手紙と出会うことになる。重い扉が閉まった。その音がマーカスの新しい現実を告げていた。
冷たいコンクリートの壁、錆びた鉄格子、そして終わりの見えない時間。テキサスの刑務所での生活は想像を絶するものだった。毎朝同じ時間に起こされる、同じ食事を同じ場所で食べる、外の空気を吸える時間は一日のうちわずかしかない。最初の1年はただ呆然としていたと後に語っている。自分が本当にここにいるのか信じられなかった。無実の人間がなぜこんな場所にいるのか。その問いは毎晩眠れない夜に頭の中を渦巻いた。2年目になると絶望が形を変えた。怒りではなく静かな虚無感として胸の奥に居座るようになった。面会に来る人間は少しずつ減っていった。外の世界は当然のように前へ進んでいた。マーカスだけが取り残されていた。それでも彼は一つのことを手放さなかった。毎日、便箋に文字を書き続けることだった。日記のように、祈りのように、言葉を綴ることで、自分がまだここにいると確認していた。そして、ある時一通の返事が届いた。差出人は、マーカスの記事を読んで手紙を送ってきた女性だった。名前は、レーチェル、見知らぬ人間からの、たった数行の言葉だった。しかし、その手紙には、誰も与えてくれなかったものが込められていた。あなたの話を信じています。その一文がマーカスを息つなぎ止めた。鉄格子の中で育まれたその言葉のやりとりは、やがて愛情へと変わっていく。そして、その愛が19年間という長い闇の中で、唯一明かり続けた光となった。諦めなかったのは、マーカス一人ではなかった。諦めなかったのは、マーカス一人ではなかった。彼の母親は、息子が収監された翌日から動き続けた。弁護士事務所の扉を叩き続け、何度断られても、また次の扉を探した。貯金が尽きても、足が痛んでも、立ち止まることはしなかった。この子は、やっていない。その確信だけを胸に、19年間、走り続けた。地元の市民団体も、声を上げ続けた。冤罪被害者を支援するボランティアたちが、古い裁判記録を丹念に読み返した。見落とされた証拠、記録に残されていた小さな矛盾。誰もが気に留めなかった一行が、真実への扉を開く鍵になるかもしれない。その信念のもとに彼らは何年もかけて資料を積み上げた。そして、無実を訴え続けた弁護士がいた。彼女は、国選弁護人として最初にマーカスの案件を担当したとき、何かが違うと感じた。証拠の薄さ、証言の曖昧さ、有罪判決を支えていたのは、確かな事実ではなく、状況の積み重ねに過ぎなかった。彼女は職を変えてからも、この案件を手放さなかった。私費を投じて調査を続けた。マーカスとレーチェルの二人だけが、時間の止まった檻の中にいたのではない。外の世界でも時間は動いていた。しかし、それは忘却の時間ではなかった。真実を追い続ける人たちにとって、それは積み重ねの時間だった。そして2026年、その積み重ねがついに形を成した。新たな DNA 鑑定技術が19年前の証拠を再び照らし出したのだ。2026年の春、一つの報告書が長い沈黙を破った。
テキサス州の無実者支援プロジェクトが19年前の証拠品を最新の DNA 鑑定技術にかけた。当時の技術では解析不可能だった微細な痕跡がついに語り始めた。犯行現場に残されていた血痕、マーカスのものとされていたその証拠が別の人物の DNA と一致した。結果は明確だった。マーカスはその場にいなかった。しかし、それだけではなかった。同じ頃、もう一つの真実が浮かび上がった。事件当時、捜査に関わっていた元刑事の一人が、ヤン心の呵責に耐えかねて口を開いたのだ。その証言によれば、当時の目撃者証言は誘導されたものだった。捜査チームは早期に犯人を決めており、マーカスに不利な証拠だけを積み上げていた。都合の悪い情報は意図的に記録から外されていた。内部告発は静かに、しかし確実に波紋を広げた。無実者支援プロジェクトの弁護士たちはすぐに動いた。DNA 鑑定の結果と元刑事の証言を束ね、裁判所に再審請求を提出した。レイチェルはその日の朝のことを後に語っている。書類を抱えた弁護士が震える声で電話をくれた。今度こそ本当に動けますと19年間信じ続けた日がようやく輪郭を持ち始めた。マーカスとレイチェルの時間がゆっくりと動き出そうとしていた。しかし法廷という場所は感情では動かない。再審が認められるかどうか、そこにはまだ越えなければならない壁があった。再審請求がついに受理された。2026年、提出から数週間後、裁判所からの通知が届いた。弁護士の声は電話越しでも震えていた。マーカスに知らせが伝わったのは面会室ではなく、独房の扉越しだったという。法廷は感情では動かない。しかし、証拠は嘘をつかない。弁護チームが持ち込んだのは、最新の DNA 再分析技術による鑑定結果だった。2007年の事件現場に残されていた微細な生体痕跡。当時の技術では特定できなかったそれが、19年の時を経て、別の人物を指し示していた。法廷に静寂が落ちた瞬間を、傍聴席にいたレイチェルは後にこう語っている。息ができなかった。心臓の音だけがやけに大きく聞こえた。検察側の証言が一つ一つ崩れていった。目撃証言の矛盾、状況証拠の脆さ、そして現場に残されていた DNA が示す全く別の名前。真犯人の影が法廷の中央に浮かび上がった。裁判長が書類に目を落とした。沈黙が数秒続いた。その数秒がマーカスにとっては19年分の重さを持っていた。判決は覆った。無罪。その2文字が読み上げられた瞬間、レイチェルは声を上げて泣いた。マーカスはただ天井を見上げた。泣くことも笑うこともすぐにはできなかった。長すぎた時間がやっと終わろうとしていた。しかし、扉の外に広がる世界が二人を優しく迎えてくれるとは限らなかった。自由を手にした朝、本当の試練が始まろうとしていた。無罪、その言葉が現実になっても、マーカスはすぐには動けなかった。19年間、夢の中で何度も聞いた言葉だった。それが今、
法廷に響き渡っている。レイチェルは涙を拭いながら、夫の手を強く握った。マーカスは、そのぬくもりを確かめるように、ゆっくりと目を閉じた。自由の扉がついて開いた。しかし外に出た瞬間、二人が最初に感じたのは、喜びではなかった。見慣れないはずの街並みが、さらに見知らぬものになっていた。スマートフォンを持つ人々、変わり果てた店先、幼かった老いや姪は、もう成人していた。マーカスが逮捕された2007年、彼は32歳だった。今は51歳になっていた。失われた19年は、どこにも帰ってこない。レイチェルはある日、かつて住んでいた町を訪ねた。知り合いの家を探したが、引っ越してしまった人も、すでに亡くなった人もいた。世界は、二人を待ってはいなかった。マーカスは語っている。外に出て一番辛かったのは、怒りでも悲しみでもなかった。何もわからないという、あの恐怖だったと。テキサス州は二人に保証金を支払った。しかしお金では、失った時間を埋めることはできない。二人は今、小さなアパートで暮らしている。毎朝、一緒にコーヒーを飲む。それだけで十分だという。傷は消えない。トラウマも消えない。それでも、マーカスとレイチェルには変わらないものが一つあった。19年前、鉄格子越しに育てた互いへの思いだ。自由になっても、二人は今日も並んで歩いている。この物語の本当の終わりは、まだ先にある。マーカスとレイチェルの戦いは、まだ終わっていない。二人が失った19年は、誰も返すことができない。しかし、同じような冤罪が、今この瞬間も、世界のどこかで起きているかもしれない。テキサス州の無実の人々を支援する団体によれば、2026年現在も、DNA 再鑑定を待ち続けている受刑者が数百人いるという。彼らにも待っている人がいる。届かなかった手紙がある。会えなかった朝がある。あなたに一つだけ問いかけさせてほしい。もしあなたの大切な人がある日突然罪もなく奪われたとしたら、あなたは何年待てるだろうか。マーカスは言った。鉄格子の中でも愛することは誰にも奪えなかったと。自由とは場所ではない。隣に信じられる人がいることかもしれない。この物語をどうか忘れないでほしい。そしてもし心が動いたならチャンネル登録と高評価で次の声を届ける力を2人に送ってほしい。